2023年9月、オーストリア、チロル州のアルプス山岳地帯で、一人の男性が崖から転落した。警察は現場を確認し、事故死と結論付けた。遺族は悲しみに暮れた。そして、保険金の請求手続きが始まった。誰も疑わなかった。だが2026年3月、一人の保険調査官が一枚の報告書を手にした瞬間、その手が止まった。書類に記された名前、受取人の名前、それは、過去3年間に処理された別の3件の書類にも、全く同じ名前で記されていた。2023年から2026年にかけて、オーストリア、アルプスの観光地で4件の転落死が発生していた。警察はそれぞれを独立した事故として処理し、ファイルを閉じた。被害者はいずれも50代以上の富裕層、そして全員に共通する事実があった。配偶者が、ごく最近、保険金の受取人を変更していたのだ。調査官は独自に動いた。4件の事故現場から採取されていた未処理の血痕サンプル。警察が、ただの転落事故、と片付けたため、誰も詳しく調べていなかったその血痕、その DNA 鑑定の結果が、全てを変えた。4つの現場、4つの遺体、そして、全く同一の DNA プロファイル。警察が3年間見落としたものを、一人の民間調査官が見つけ出した瞬間だった。では、その4人の被害者たちは、事件が起きる前、どのような日常を送っていたのか、そして教師は、どうやって彼らに近づいたのか。4人の被害者には、それぞれに静かで穏やかな日常があった。最初の犠牲者、エルンスト・ハーバーは58歳、オーストリア西部の小都市で建設会社を経営していた。朝は必ずコーヒーを一杯飲んでから出社する。そんな規則正しい男だった。週末になるとアルプスの山道を歩くのが長年の習慣で、地元では山好きの社長として親しまれていた。2人目のカール・ブレンナーは62歳、銀行を早期退職し、妻と共に悠々自適な生活を送っていた。退職後は毎朝近所を散歩し、午後には読書、裕福で、誠実で、誰にも恨まれるような人物ではなかった。3人目のマルガレーテ・ツィンマーは55歳、夫の事業で財を成した実業家の妻だった。旅行が趣味で、山岳リゾートへの旅を心から楽しんでいたという。4人目のフランツ・オーバーマイヤーは67歳、定年後の旅行先として、妻の勧めでアルプスの観光地を選んだ。出発前夜、娘に電話で、楽しみにしている、と話していたと、後に証言されている。4人に共通していたのは、年齢だけではなかった。全員が50代以上の富裕層、そして全員の配偶者が、事件の直前に生命保険の受取人を変更していた。静かな日常、幸福な旅の計画、その裏で、何かがすでに動き始めていた。事件当日の朝、彼らはそれぞれ何も知らないまま、山へ向かった。事件当日の朝は、どこまでも穏やかだった。2023年3月、オーストリア、アルプスの観光地、チロル州の山岳エリア、澄んだ空気と白い雪原が広がるその場所で、最初の死は起きた。被害者の名前は、ヘルムート・クラウス、57歳、地元では知られた実業家だった。妻と2人で訪れた旅行の2日目のことだった。ハイキングコースを歩いていたヘルムートは、突然、崖から転落した。妻は、少し先を歩いていた。振り返ったら、もういなかった、と証言した。発見されたのは、崖下の岩場だった。現場に駆けつけた警察は、状況を確認し、事故死と結論付けた。足を滑らせた痕跡があった。しがらみのない危険な道だった。不審な点は、見当たらなかった。IMG、2024年7月、今度はザルツブルク郊外の山岳地帯で、62歳の医師、エルンスト・バウアーが同じように転落した。妻は、写真を撮っていたら、突然叫び声が聞こえた、と話した。2025年5月、グラーツ近郊で、54歳の投資家が崖から落ちた。そして2026年1月、4人目が、同じ山岳エリアで亡くなった。警察はそれぞれの事件を、独立した事故として処理した。場所も違う。担当書も違う。誰も、4つの点を1本の線で結ぼうとはしなかった。しかしその頃、一人の人物が、書類の山の中に奇妙な一致を見つけ始めていた。保険会社の調査官だった。彼が気づいたとき、
捜査の歯車は、ゆっくりと動き始めた。保険会社の調査官、クラウス・ハルトマンは、4件の書類をデスクに並べた。2023年から2026年にかけて、オーストリア、アルプスの山岳観光地で起きた転落死、それぞれ別の警察署が担当し、それぞれ、事故、として処理されていた。しかしハルトマンは、ある数字に引っかかった。4人全員が、50代以上の富裕層だった。そして4人全員の配偶者が、死亡の直前に、保険金の受取人を変更していた。偶然と呼ぶには、あまりにも似すぎていた。彼は直ちに、各事件の現場から採取されていた血痕サンプルの再分析を依頼した。警察が処理しなかった。未検査の微量サンプルだった。結果が届いたのは、2026年3月のことだった。4件の現場、それぞれから検出された DNA、それはすべて、同一人物のものだった。場所は違う、時期も違う、担当した捜査官も違う。それでも、血は嘘をつかなかった。ハルトマンはその報告書を手に、警察へ向かった。翌日、オーストリア連邦警察は正式に合同捜査チームを立ち上げた。4件の転落死を、同一犯による連続殺人事件として再捜査する、と発表した。そして捜査官たちは、まず一人の人物に目を向けた。4人の被害者すべてと接点を持ち、保険金の受取人として名前が挙がっていた人物。その人物は捜査開始を知ると、落ち着いた声でこう答えたという。その日、私はウィーンにいました。アリバイがあります。と、その日、私はウィーンにいました。アリバイがあります。その言葉は、あまりにも落ち着いていた。捜査官たちは顔を見合わせた。動揺も、驚きも、恐怖もない。まるで、この日が来ることをずっと前から知っていたかのような、静かな声だった。容疑者の名前は、マルクス・ラインハルト、54歳。ウィーン在住の実業家だった。4人の被害者すべてと、何らかの形で接点があった。そして4人全員の保険金受取人として、その名が記されていた。捜査官たちはまず、アリバイの確認に着手した。第一の転落死が起きた日、ラインハルトはウィーン市内のホテルに宿泊していたと主張した。ホテルの記録には、確かにチェックインの履歴があった。防犯カメラにも、彼の姿が映っていた。第2の事件の日も、同様だった。ウィーン市内のレストランで会食をしていたという。同席者の証言もあった。領収書も残っていた。第3の事件、第4の事件、いずれも、アリバイは整然と用意されていた。まるで、計画されていたかのように、捜査官の一人が、静かにつぶやいた。完璧すぎる。と、アリバイとは本来、偶然の産物だ。しかし彼のアリバイは、まるで台本を読み上げるように、すべての日付に対してよどみなく提示された。その時、捜査チームのリーダーが1枚の資料を取り出した。4件の転落死が起きた場所と日時、そしてラインハルトのアリバイが示す。ウィーンでの行動記録、2つの地図を重ねた時、捜査官たちは気づいた。アリバイを証明する人物たちの多くが、ラインハルトと深い利害関係にある人物だった。ということに、証言は、本当に信頼できるのか、そして、アリバイそのものが、もう一つの罠である可能性はないのか。完璧に見えた壁に、最初の亀裂が入ろうとしていた。壁に、最初の亀裂が入ろうとしていた。だが、亀裂は一つではなかった。アリバイ証言を精査する中で、捜査チームはある奇妙な一致に気づいた。ラインハルトを、ウィーンで見た、と証言した人物の大半が、彼の事業に何らかの形で関わっていた。取引相手、古い友人、そして一人は彼の弁護士の元同僚だった。偶然と呼ぶには、あまりにも都合が良すぎる。保健調査官のエーリッキは、証言リストを改めて並べ直した。日付、時刻、証言した人物の素性、そして、それぞれが最後にラインハルトと接触した記録。一人の証言に、小さなズレがあった。転落事故のあった日、ラインハルトがウィーンのカフェにいたと語った人物がいた。しかし、そのカフェの防犯カメラの映像には、ラインハルトらしき人物は映っていなかった。店員も、記憶がないと述べた。証言は、作られたものだったのか。エーリッキはさらに深く掘り下げた。4件の現場周辺で収集された防犯カメラ映像の断片。そのうちの1件に、同じ型の車両が映り込んでいた。ナンバーは不鮮明だったが、車体の傷の位置が一致していた。
偶然ではない。そう確信した瞬間、別の情報が届いた。4人の被害者のうち、1人だけ生前に不審な人物に接触された。と、知人に話していたという証言が浮上した。その知人は、最初の事情聴取で、それを大したことではないと思い、話さなかったと語った。目撃者は、語っていなかった。最も大切なことを、壁が崩れ始めていた。しかし、ラインハルトの背後には、もう一つの影があった。捜査が進むにつれ、彼だけでは説明できない動きが浮かび上がろうとしていた。2番目の容疑者の輪郭が、ゆっくりと、その形を表し始めていた。壁は、崩れ始めていた。しかし、その向こうに何があるのかは、まだ誰も見えていなかった。捜査官たちは、ラインハルトの周辺を掘り下げ続けた。彼の行動記録、彼の通話履歴、彼が過去3年間に訪れた場所の一覧、すべてが洗い直された。だが、ある一点で、捜査は奇妙な矛盾にぶつかった。4件の転落事故のうち、2件については、ラインハルトが現場付近にいたことを示す記録が存在しない。アリバイが崩せない。いや、正確に言えば、アリバイが確かに存在していた。それは偶然なのか、それとも、意図的に作られたものなのか。捜査班の中で、一つの仮説が静かに広がり始めた。彼は、一人ではなかったのではないか。IMG、薄暗いカフェの隅、二人の人物が向かい合っているシルエット。窓の外にはアルクスの稜線。名前が浮かんだのは、偶然だった。4人目の被害者の妻、エルケ。ブランナーが以前勤めていた保険代理店。そこに、一人の元同僚がいた。マルティン・ゾルク、47歳。表向きは、フリーランスのファイナンシャルアドバイザーだった。彼の名前は、3件の被害者の金融記録にも、ごく薄く、しかし確かに刻まれていた。資産運用の相談、保険契約の見直し、どれも、事故の1年以内に行われていた。接点は、偶然にしては多すぎた。ゾルクは、被害者たちの懐に深く入り込んでいた。信頼という名の仮面をつけて、そして、その奥で何かを動かしていた可能性が、濃厚になっていった。しかし、証拠はまだ状況証拠に過ぎなかった。彼を追い詰めるには、もう一つの確信が必要だった。そしてその確信は、最も予想外の場所から現れようとしていた。確信は、最も意外な場所から姿を現した。ゾルクの自宅から、わずか3キロ離れた山中にある廃屋。地元の登山者が偶然発見した古い木箱の中に、それはあった。4つのリュックサック。そして、それぞれに付けられた小さなタグ。タグに記された名前は、4人の被害者のものと完全に一致していた。捜査当局に情報が渡ったのは、2026年3月のことだった。インスブルック警察は、ゾルクの身柄を確保するため動き出した。しかし、ゾルクはすでに気づいていた。空港のカメラが、彼の姿を捉えていた。国境へ向かうバスに乗り込む。その直前の映像だった。だが、逃げ切ることはできなかった。ドイツ連邦警察との連携により、ゾルクはミュンヘン近郊の高速道路上で身柄を拘束された。逮捕の瞬間、彼は抵抗しなかった。ただ静かに、両手を差し出した。その落ち着きが、かえって不気味だった。取り調べ室で、ゾルクは長時間にわたって沈黙を守った。しかし、DNA 鑑定の結果を示された時、初めて表情が揺らいだ。4件すべての現場から採取された血痕。それが同一人物のものであるという、科学的な事実、状況証拠ではない。逃げようのない、物理的な証拠だった。保健調査官のベルガーが、3年間かけて積み上げたものが、ここに結実した。警察が見落とし続けたつながりを、一人の民間人が掘り起こした。信頼という名の仮面は、完全に剥がれ落ちた。しかし、ゾルクが単独で動いていたのか、それとも、背後にまだ見えていない存在がいるのか。捜査は、新たな局面へと踏み込んでいく。ゾルクの逮捕は、静かに行われた。2026年3月、早朝のウィーン、彼は自宅のドアを開けた瞬間、複数の捜査員に囲まれた。抵抗はなかった。まるで、全てを悟っていたかのように、検察が起訴状に記載した罪状は、4件の殺人、そして、保険詐欺の共謀、という言葉が示す通り、ゾルクは単独ではなかった。捜査の過程で、ある事実が浮かび上がった。4人の被害者の配偶者たち、
彼らは全員、ゾルクと接点を持っていた。山岳ガイドとして、あるいは、旅行代理店を通じた偶然の出会いとして、偶然ではなかった。すべてが、設計されていた。しかし、依頼者の特定は、思いのほか困難を極めた。配偶者たちは、口を閉ざした。弁護士を立て、黙秘を続けた。証拠の糸はいくつかの場所で、静かに途切れていた。2026年4月現在、ゾルク本人は全面的な否認を続けている。DNA が現場に残った理由については、被害者の救助を試みた際に付着したもの、と主張している。それが法廷でどこまで通じるのか、審議は、今も続いている。ベルガーは、今回の件について公の場での発言を避けている。ただ一度だけ、社内の小さな会議でこう言ったという。警察が見ないものを、私たちが見るしかない。その言葉は、静かに、しかし確かに重い。3年間、4つの死は事故として眠っていた。一人の保健調査官が、その眠りを覚ました。正義がどこで完結するのか、法廷の中なのか、それとも、まだ見えていない場所にあるのか。この物語の最後の章は、まだ書かれていない。その後、何が起きたのか、4人の配偶者たちは、2026年初頭までにオーストリア当局によって順次身柄を拘束された。起訴状には、殺人罪と保険金詐欺罪が並んで記された。裁判はまだ続いている。判決は、出ていない。被害者たちの名前は、今も山の記録に、事故死、として残っている。訂正の手続きは、ゆっくりと進んでいる。そして、あの保健調査官、彼は今も同じ仕事を続けている。表彰も、昇進も、断ったという。ただ、デスクの上には1枚の紙がある。4人の名前が、静かに書かれている。3年間、誰にも気づかれなかった死がある。一人の人間が、それを拾い上げた。正義は、法廷だけにあるわけではないのかもしれない。気づこうとする目の中にも、確かに宿っている。山は今日も、青く静かにそびえている。その麓で何があったのか、知っているのは、風だけだ。